こんにちは、ゆかです。私たち人間って2つの世界を行き来しながら生きてると思っています。そのことについてね、話させてください。私たちって自分の内側の世界と外側の世界、そこをね、行き来して生きているって私は思ってるんです。で、そこのところをどういうふうにコントロールするかっていうことで、現実創造っていうのもね、できるんじゃないかなって思っているわけなんですね。信じているわけなんですけれどもね、2つの世界を行き来して生きているっていうのって本当に無意識でやっていることだけれど、これをね、自分の中にしっかり落とし込んで行動すると、ものすごく理想の世界、この現実創造ができるようになってくるんじゃないかと私は信じてるわけなんですよ。で、すごく簡単な言い方をすると、外の世界は自分がコントロールできない世界、内の世界は自分がコントロールできる世界っていうふうに私は今呼んでおきます。でね、この自分がどういうふうに世界をねしていきたいのか、自分はどういう世界で生きていきたいのかっていうところだとか、どういう人間になっていきたいのかっていうところがね、この前に挙げた自分のアイデンティティシフトを起こして、自分のアイデンティティを強固のものにしていくっていう話、前回したのまたね YouTube 上げてあるので見てほしいなと思うんですけれども、それとちょっとつながってくる話になりますが、自分のコントロールできるものだけに注力して動いていくと、外の世界、現実の世界も変わっていくよって私は思っている。さらには実感してるんですよね。例えばね、毎日穏やかな気持ちで周りの人たちと仲良く暮らしていきたいって思っていた時に、じゃあどうしたらいいのか。人によってはあの人のここがイラッとくるんだよね、だからここを直してもらいたい、そういうふうにその人と掛け合ってみようって思ってそう実行する人もいるかもしれない。なんだけど、例えばですよ、例えば自分の内の世界、コントロールできる世界に戻ってきて考えてみて、その人がまず自分にとってプラスなのかな、それとも全く意味もなくわけもなく意地悪してくるのかなっていうのを考えて、本当にね、自分にとってもう明らかにマイナスにしかならないっていうんだったら、少し距離を置いてみてもいいかもしれない。それは自分でコントロールできるじゃないですか。あるいはね、あっちが100悪いわけじゃないかもしれないっていうふうに自分の中で思うところがあるんだったら、その人が自分をイラッとさせることは確かだと。でもそこに対して自分もイラッとした態度で返していて、だからその人との関係はずっとストレスフルなんだっていうことになってるかもしれない。そうした時に自分がコントロールできるものの範囲っていうのが変わっていくんですよね。で、自分はね、その人との関係だけじゃなくても、自分がコントロールできる自分の感情、そこにフォーカスを当てていって、できるだけ自分がより良い気分でいられるようにする、そういう見方で物事を捉えて生きる努力をする。そうすることで自分はもっとニコニコした表情になって外に映る。そして自分もオープンな空気感をまとっていると、いろいろな人が
もしかしてあなたに話しかけやすい人だなって思ってくれるかもしれないし、新しい絵もなんか出てくるかもしれないですよね。新しい出会い、新しい友達が来るかもしれない。そしたらやっぱり自分がコントロールできるものを変えることで、外の世界もちょっとずつ変わっていく。でね、やっぱり自分のコントロールできるものしかやっぱり気に病んじゃいけないよなって私はね、45年生きてきて思ってて、ずっと私はもうコントロールフリークみたいな感じで、外の世界を一生懸命どうにかこねくり回して自分に合うようにしてやろうって思ってたわけですよ。でもちろんね、自分一人変えるのも大変なのに、外の人を変えるなんてもう本当に奇跡に近い人もなかなか変わらない。で、そこのところも難しいし、外の世界なんて本当にもう人間の範疇を超えてますよね。変えられない、何も変えられない、ただ受けるしかないだから自分がどう受けるか、この内側の世界しかコントロールできないからね。で、そこのところね、やっぱり考えて、自分がどういうふうに生きていきたいのかって考えないとすっごく苦しくなっちゃうと思うんですよ。例えばね、私この YouTube でチャンネル登録者1000人行きたいって、それはね、自分の目標としてやっぱりあるわけなんですね。でも私はそれをコントロールできるかっていうと、それは自分の外の世界の範疇でコントロールできない。どんなに私が頑張っていいものを、いいね、ビデオを上げてったとしても、外の世界はね、どう撮るかっていうのを私はコントロールできない。そこの見てくれた人たちがね、私のチャンネルを登録してくれるかしてくれないか、そこのところのコントロールはできない。できたらいいけどね、残念ながらできない。だから私はその外の世界、私の YouTube チャンネルの登録者1000人に行きたい。その世界を変えるために何ができるのかっていうと、とりあえず2026年にこの1年の間に100本ビデオ上げてみよう。1週間に2本上げ続けてみよう。そこなんですよね。それは私が 100% コントロールできることだから。で、そこのところで何が起きてくるかって私は期待してるかっていうと、少しずつ、今はね、こんなたどたどしく喋ってるかもしれない。きっと1年後とか見たら、うわ、この頃のビデオ消したいってなっちゃうかもしれないけど、でもその1年後、私はきっと今よりもうちょっとうまく喋れているはずだと思う。しかももうちょっと私の話聞いてもいいかなって思う人にリーチしているんじゃないかと期待している。だから私は自分がコントロールできることをきっちりやろうと思ってます。でね、このバラのお花、これ私ね、お水一生懸命変えたりとかね、ちょっと涼しい部屋に置いてみたりとか、まあいろんなことやってるけど、もうちょっと元気なくなってきちゃってて、もうそろそろバイバイしなくちゃいけないのかなと思ってるんですけど、こうなるまでね、捨てられずにいた理由があって、これって私が娘を学校に送り迎えする途中ですれ違う屋台レストランのおばさんがくれた花なんですよ。これ私タイ語話せないで、向こうは英語話せないんで、
本当に行き来する時に笑顔でニコッとお互いにやり合ったり、挨拶しても、もう私のねタイ語っていうのはねできるのが限られちゃってるから、こんにちはって挨拶したり、元気だとか、ご飯食べた、食べてくとかねその程度のやり取りですよね。でそういうのをね娘の学校の往復の時にやってって、でその中でねちょっとずつお互いになんか心がつながってきて、言葉のね壁はあるけど心がつながってきて、お互いにちょっとずつおやつを交換するようになってきて、だいたいそのおばさんはねどっか市場で買ってきた果物だとか、珍しいこのハスの実、ハスの花ってこうお寺とかでよく咲いてるじゃないですか。そのハスの花の副産物みたいなハスの実、種みたいなやつ、あれ食べられるんですけど、そういうのだとかちょっと珍しいねものあると私にくれるんですよ。タイのお菓子だとかね。で私も途中でね、自分がこれ欲しいな、おばさんも好きかなと思ったものをね、そんな高いものじゃないけど買ってってあげてっていう、そういうねおやつの交換とかをするような仲になって、でこの前ねそのおばさんがこのバラの花、赤いバラの花5輪をね用意しておいてくれて、私がいつもみたいにこんにちはって挨拶したら、ちょっと待ってって言ってね、わざわざポータブルの冷蔵庫みたいなとこからね出してきてくれたんですよ。で私ねそれが本当に嬉しくて、っていうのがね、そこのところって屋台のレストランだから単価がすごい高いわけじゃないし、メニューもすごい多いわけじゃないんですよ。で道端に椅子を置いたりとかして食べるところだから、本当に安い高くないレストランですよね。屋根もないところだから。でそういうふうに朝早くからそこのおじさんとおばさんがね2人で切り盛りしてる屋台レストランなんだけども、1日夕方まで頑張ってお仕事して、いろんな人にご飯を提供して、そこの1日の儲けをね、そのおばさんが横にある病院の ATM に入れに行くんだっていうのをね知ってるんですよ。お金銀行を預けに行ってくるんだってこう嬉しそうに見せてくれたりもするから、そのおばさんがね毎日毎日朝から晩までおじさんと2人で切り盛りしてるお店でどれぐらい日銭を稼いでいるのかっていうのを、私はなんとなくこう手に乗ってるね札束の感覚で見てる。ですごく裕福な生活をしてるわけではないっていうのを知っていて、そういう中でそのおばさんがレストランだからいつもお花なんて買ってるわけじゃないのに、このお花をねおそらくレストランの食材仕入れる時に買ってくれたんですよね。これあの子に買ってあげよう、あの子これ喜ぶかなって思って買ってくれた。多分そのなんかそういうね気持ちがあったんだろうなって思って、なんかねすごく嬉しかったんですよ。私のことをこれやったら喜んでくれるかな、こうしたら幸せに思ってもらえるかなって、私のことをそうやって考えてくれる他人がいるって、なんて素晴らしい世界なんだろう、なんて美しい世界に生きてるんだろうってすごく感動して、でねそれをねまた娘の学校の帰り、娘のところまた迎えに行った時にねバラ持ってたらね、他の娘じゃないんだけど子供がやってきてね、赤いバラ5本の花言葉って知ってるって聞いてきたんですよ。で私ね分かんない、赤だから愛とかそういうのかなって言ったら、違うよって、その子が教えてくれた、その女の子が教えてくれたね、この赤いバラ5輪の花言葉は、あなたに会えて私は幸せだっていうね、そういう意味なんですって。そのね屋台のおばさんがその花言葉を知ってたかは知らない、私も知らなかったからね、その女の子に教えてもらうまで。でも
そのね全てがなんかつながってるこの世界の美しさ私はタイ語を話せないし、そういう屋台レストランでそんなにいっぱい食べる機会はない。でもそのおじさんとおばさんが毎日毎日2人でお店切り盛りしてる姿にすごく元気をもらってて、すごく温かい気持ちで見ていて、挨拶だけは元気にしようとで簡単なタイ語、元気ですかとかね、そのぐらいしか喋れないからね、それを覚えてちょっと言ってみて、でそんなぐらいなんだけど、私が自分でできるちょっとしたことをしたら、そのおばさんも心を開いて私にこういった形の幸せをくれる。普段のおやつも幸せだし、このお花をくれるのも幸せだし、もっと言うとただただ毎日挨拶交わすだけで、あ、今日もおばさん元気そうだな、今日も元気にご飯作ってんな、あ、お客さんいるな、あ、いつものお客さんずっと通ってきてくれてるんだな、嬉しいな、美味しいと思って食べてるんだなってね、なんかねすごく幸せになる。その横通るだけでね。でまた娘が通ってる学校のところに通ってる他の女の子がこの花言葉偶然知っていて私に教えてくれる。それって私の自分がコントロールできる世界をささやかながらよく生きようって努力して、よく生きようっていう努力を少しでも自分でねいっぱいになっちゃう時ももちろんあるけれど、外にも向けようと思って、それがそのおばさんに届いて、でその世界がおばさんと私で時々おじさんみたいなそのね3人のところで世界ができてきてたのに、違うところまでつながって、その花言葉はねって言って教えてもらえるような、このね私のね美しい世界が広がってきてるって思ってね、この量子もつれみたいなのがね起きてるそうちょっとね幸せだなと思って、でこのお花ね泣く泣くバイバイしなきゃいけないけど、この中の花びら一つ取って私の手帳のところに押し花みたいにね花びら1枚だけちょっと取っておこうかなと思いつつ、思い出にも残したいと思って皆さんにねこの私たちが生きている2つの世界について話しながら、ちょっとねこうやって絵で残しておきたいなと思った次第です。自分のコントロールできるとこから世界を変えていこうということでした。じゃあね。